どうもこんにちは、川勝健です。今日はナンバー18ホルス制作していきます。こちらですね。このホルスは前回の動画で釣り込みからそしてすくい縫いまでやったんですが、その後中物を進めました。今こんな感じになっています。中物はですね、すくい縫いが終わった後の中底にシャンクを入れて、そしてレザーをこう貼ってコルクを入れてという風に作ってるんですが、今回ちょっとやりすぎなぐらい持ってます。ウエスト部分ですね、革をですねこれ3枚ぐらい積み重ねてこの厚みに出してるんですけど、なので、シャンク部分の厚みでこれ1センチ以上1センチぐらいかなあると思いますね。一番分厚いところで、通常ここまではやらないんですが、木型もこんな感じで非常に抑揚のあるフォルムをしてますので、ウエストも抑揚のあるように仕上げていきたいと思います。ここの中心部分が一番盛り上がってますね。ミドルバックになってます。そしてソールなんですが、こちらですね。ソールも形に切り出して加工をしてあります。ウエストの先ほどの一番とんがってる分をさらに盛り上げるためにセンターだけ残してあと削ってます。こういった加工は通常のビスポークシューズや MTO のハンドメイドの制作でも行ってるんですが、それをさらにちょっと強調したような感じですね。やっぱりこういう本底の加工ですね、裏面でこう少し革の厚みを調整したりとか、ウエストの部分を少し華奢に見せるような加工っていうのは通常でもやってます。今回はこれにソールを貼って出し縫いをしていきます。まずのりを縫います。この靴は履かない靴なので別に縫う必要はないんですけど、やっぱりそこはサイドエラスティックが羽のような形をして本当は伸びる必要がないのにしっかり伸びるように構造を考えて作るのと同じく、履いて歩くことはないんですがしっかり縫ってフルハンドメイドの革靴であるというところが逸脱せずに作っていきたいと思います。貼ります。ソールは一晩水につけて柔らかくしてあります。ソールのウエストの位置と本体のウエストの位置っていうのは完全に決まっているので、ずれないように合わせて貼ります。ただですね、ウエストの部分非常に抑揚が激しいので貼りません。浮かしておきます。これ普段もこうですね。どうしてもウエストの盛り上がりの増強を激しく作ると、普段のビスポークの靴でも MTO のハンドメイドの靴でも一旦浮かしておきます。そしてそれ以外の部分は叩きます。この皮は直接叩くと結構打痕が叩き跡が残りやすいので、それを防ぐために皮1枚挟んでます。ベルトを押さえます。ソールの余った分をカットします。ここを浮かして貼ってたのは、このドブ起こしの曲面が強くなりすぎるとできないからですね。浮かした状態でドブ起こしをしましたので貼ります。出し縫いのピッチ決めるためのウィールを転がしていきます。これ18番ですね。めちゃくちゃ細かいですね。チャンピオンシップでもこの18番を使いました。通常の
実用では18番ちょっと細かすぎると思うんですけど、今回実用じゃないので、この18番で細かくやっていきます。私ね、やっぱ細かくやるのが技術みたいな、そういう風潮があるんですけど、逆にあんまり細かすぎると、このウィールの一山一山が小さくなりすぎて、綺麗じゃなくなるんですよね。なので僕は、細かくかつ綺麗なのはこの18ぐらいが限度なんじゃないかなと思ってます。1インチ 2.5 センチの中に18針入るので、1針 1.4 ミリですね。ウエスト部分縫い始めてますが、非常に奥まってるので縫いづらいですね。この針は先端が曲がってて、こういう形状をしてるんですけど、これをこのウエストの部分にこう潜り込ませるような形で穴を開けます。そしてこの糸の先端にはイノシシの毛をつけてます。イノシシの毛は適度に柔らかさとコシがあるので、このウエストの曲面に追従しながら通せるんですよね。例えばこれ金属の針だと、縫い針の話ですね。こっちの糸につけてる方の針。穴を開けるこの針は、これは当然金属製なんですけど、こっちの糸につける方の針が金属だと硬くて、ウエストの形状に沿わなくて縫うことができないんですね。ウエストの形状が常に一定であればいいんですけど、こう縫っていくとウエストのカーブ具合って変わってくるんで、それに追従するような、かつぐにゃぐにゃだと糸を穴に押し込もうとしても入っていかないので、その適度な張りと適度なしなやかさっていうのがこのイノシシの毛にはあります。ちなみにこの18番の縫いっていうのはめちゃくちゃ細かいんで、針も専用に細いの使ってますし、糸も普段の縫いよりも細いのを作って縫ってます。それぐらいしないと、穴小さくしないと穴と穴の距離がすごく近いのでつながっちゃうんですよね。なので針も細く糸も細く、そういうのもあって、やっぱ実用にはちょっと向かないかなっていうのはありますね。糸が細くなればそれだけ耐久性の面でも弱くなるんで、これやっぱ見た目的にも強度的にも適性は10番11、12あたりまでだと思いますね。その修理のこととかも考えてね。10番12番あたりっていうと、一針の縫い目が 2.5 ミリから2ミリぐらいですね。強度的には全然6ミリとか7ミリでも全く問題ないんですけど、そうなってくるとかなりドレッシーな見た目にはならないので、ドレスシューズでそういったドレッシーな見た目かつ美しく強度を持つのは10番12番ぐらいだと思いますね。ステッチパーインチ、1インチの中に何針縫うかっていうのがその10番とか12番とか18番という数字です。今回は18番です。足縫いが終わりまして、ウエストの加工をしてました。今回銀付きベベルってやつで、ベベルドウエストなんですけど、このドボ起こした銀面を巻き込みますね。普段よりこのドボ起こしの幅を大きく取ってます。このウエスト部分はソールに叩いて密着させた上でなだらかに丸くしてあるので、ここにこの銀面を巻き上げていきます。
これ目付けゴテですね。先が尖ってるこう三角形のヘラ状のものなんですけど、これで出し縫いした後の縫い目のギザギザをはっきりつけていきます。ウィールで跡つけてあるんですけど、あれは縫う印をつけたぐらいでそんなに深いものではないので、その印に合わせて縫った縫い目に合わせて今度はそのギザを深くしていきます。コバをヤスリで削っていきます。ガラスをかけます。最後にコテを当てます。はい、ということで出し縫いからコバまで終わりました。非常に攻めたウエストですね。通常ここまで絞り込むと履き心地的にはそんなに変わらないと思うんですけど、やっぱり強度とか若干不安も出てきますのでここまではやりませんが、今回は彫刻作品としての靴という側面が大きいので、こういったまさに彫刻的なソールを作りました。この後またソール仕上げでさらに奥行きのあるものになっていくと思います。そして出し縫いめちゃくちゃ細かかったですね。本当にもうね、縫ってる間はただただ無心になる、それが一番大事なんですけど、実際に履いて耐久性が必要なものではないですが、しっかりこれを手縫いするっていうところにこの靴としての作品作りのロマンがあると思います。こんな感じで引き続きホールスの制作進めていきます。それではまた。